にちは。こんにちは。はじめまして。こんにちは。こんにちは。Hello. Hello. My name is Totti. Totti, Mark. Mark. Nice to meet you. よろしくお願いします。 They generally the reef mantas don't like to go across really deep water because of big sharks. Yeah. So, And so in general, reef mantas 300 to 400 kilometers is kind of a max normally. So I would say it's quite possible that it could be connected to Kirama, but not. They're not going to Indonesia. They're not going to Philippines. I don't think. I think they would be around in the Ryukyus. 水温が高すぎるんじゃないかなって言ってたんですけど、まぐれにまたすごい。そう GPS が4枚に。お、4枚。お、すごい4枚。そう、久米島は3枚。3枚。like 3 in 久米島。それで下曽根は1枚ジャイアントにつけられて。お、すごい。またそうマギーじゃなくて。そうマギーじゃなくて。じゃない。そう。でマンタシャツ。マンタシャ、わ、すごい。おしゃれ、可愛い。すごい。Manta here too. マック先生。わあ、本当だ。可愛い。オッケー。Yep. All good. Okay. 来ましたね。来ました。来ましたね。どうぞ。こんにちは。どうぞ。おお。あ、どうぞ。すごい。こちら側の3人で。これ。あ、わざわざありがとうございます。あれ、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ダイビング協会。 My name is Totti. Sophie, nice to meet you. Nice to meet you. 一つは。はい。今日ダイビングしたんですか？いや。あ、今日してない。明日。あれ、明日。明日あげるか、大丈夫。OK。よかったです。ありがとうございます。これ、トッティさんが撮ったんですか？あ、そう、僕が。わー。YouTuber。Oh, nice. すごそう。これ宮古島のい。わー。ケーブダイビング。明日こういうところ。明日クリーニングステーション見れるんですか？クリーニングステーションで見れない。クリーニングステーションちょっといろいろあって。あ、そうなんですか。さとみ、じゃあちょっとあれ通訳します。お願いします。あ、英語喋れるんですよ。すごっ。は She's gonna translate. Okay. I don't even need to translate. Please. Oh, that's nice. I need your help too. 宮古島のクリーニングポイント。Manta Ray's cleaning point. で見つけたのが3月。So they found a Manta Ray's cleaning point beginning of March this year. Oh, only March this year. Okay. でずっと調査で潜っていて、4月から見れなくなって夏はいないことが分かりました。 So they figured out they are now here in summertime. Ah, okay. Gotcha. で12月ぐらいからここのところにご飯がたくさん Yeah. So 溜まって、その水面で泳ぐのはまあここ以外にもここら辺でもこの周りでも、でも数はここが一番多くて、多い時20枚とか。 Whoa. Like 20 when it's gone. まあ、ほとんど毎日行けばいるっていう。 almost every day. And that's during the winter. そう12月12月から4月は毎日いる。12月からまあ3月中旬ぐらいまでは Like December to March, they're there every day. Like 20. でご飯いっぱいこうやってって食べてて、お腹いっぱいになったかご飯がなくなったかわかんないけど、そうなったらファーってその下のクリーニングステーションに。で、クリーニングステーションはどのぐらいの深さなんですか？クリーニングステーション20メートルから25メートル。おお。ポイントは小さい。他の島のクリーニングステーションに比べたらもうここだけ。Oh, it's so small. It's only the place they can swim around.
でここには小さい魚がすごいたくさんついていて、So there is a small school of fishes around a reef. 違うエイとかもたまにここにクリーニングされに来たり、どの絵ですか？マダラエイとかあマダラトビエイとか大きな魚が通りかかる、でなんかここら辺でクリーニングされてる、コンソメ置けばベーってきて、で流れは強いですか？流れは強くはないけど少しある、であと潜ってたら同じマンタが一回いなくなって何分かしたらこうやって戻ってきたりするから、もしかしたらまだあるのかもしれない。それで、一番話したかったのが、その宮古島でもし調査ができたら、その今下曽根とか久米島行ってきて、そこで下曽根は、今回2回目の調査で、久米島は1回目の初めての調査で、そのマンタに GPS のタグ付けに成功して、すごい。すごい。そうみんな水温が高すぎるんじゃないかなって言ってたんですけど、まぐれにまたすごい。そう GPS が4枚に。4枚。すごい4枚。そう久米島は3枚。3枚。like 3 in 久米島。それで下曽根は1枚ジャイアントにつけられて。すごいまた。そうマギーじゃなくて。そうマギーじゃなくて。じゃない。そうでその面白いのが去年マギーにつけて。1枚だけにつけても、マンタって頭がいいから、知能もめちゃくちゃ高いから、場所なんか行く行動がすごい個体によって違う、そうバラバラ。それでその今回もう1枚につけられて、すごいなんか面白いし、去年のマギーのタグは4ヶ月間しか持たないタグだったんですけど、今回つけたのは1年すごい。だから季節感も全部分かっちゃう、1年としてはどういう行動するのかも分かるのですごい面白いんですけど、このマギーが地図を見たように、ケラマからポンって宮古島に来てすごい宮古島の周りを利用してたの、一番利用してたって分かって、この辺。そうからごめんなさい。車そこで。オッケー。こんにちは。はじめまして。理事のユージ。リカです。マークさん。アルナス。今下曽根と久米島でタグ付けもすでにしてきて、久米島で3枚南洋マンタ3枚と、下曽根でジャイアントマンタ1枚。そう先週成功。そうタグ付けに成功して、そう今ちょっと説明してるのが、去年下曽根で、マギーっていうマンタにタグ付けが成功して、そのマギーの行動が最も宮古島の周りの水を使ってたことが分かって、最も宮古島の周りにいたことが分かって、それでそのトッティさんのビデオを見て、宮古島で何をしてるんだろうってすごい自分は思ったんですけど、このクリーニングステーションとかが発見して、トッティさんとかユージさんは、何が知りたいのか、その研究とかどういうんだろう、何が発見されればいいかなとか思ってるんだろうってすごい思い、なんかどうやったら私たち一緒に行動とか、研究とか、なんか研究ってなんか他のインドネシアとか、パプアニューギニーの研究、なんかタグ付けとかはその新しいクリーニングステーションとかも発見して、そのクリーニングステーションをダイブショップとも共有して、そのすごいダイブショップと研究者というんだろう、ふさわしい
なんか関係でしてるんですけど、なんかそういう風にできたらなって思ってるし、そのトッティさんとかユージさんが興味深いものがあればなって。一番あれじゃないですか、新しいクリーニングポイントを探したり知りたいですよね。それとどれぐらいのエリアを動くかっていうのも知りたいし、例えば石垣まで行くのか、で宮古のやつは宮古だけで生息してるのか、で沖縄本島まで行くのか、そういうのが少しでも分かったりとかしたら、面白い仕事以外で楽しいでしょ。それでマーク先生は実はなんかそのマンタの教会で結構有名人ですごい何百枚にもタグ付けをしてる、すごいインドネシアとかパプアとか本当に太平洋いろんなところで行動してる人で、そういう質問はタグ付けをしないとわからない質問。そのマンタって人間とかダイビングで見る時って本当にそのマンタの人生の中では多分5% とか、すごい去年のマギーとか 1000m までダイビングして、その中央値、一番使った深さは 300m ですごい深い場所を使ってたから、そういうのって人間には全然見れないし、そう 300m 入った、1000m 入ったタグ付けでデータ出るんですか？そうデータ出るんです。こういうデータがあって、この9月から12月までタグがついてたんですけど、ニュージーランドとかのタグに比べるとマギーはものすごく深いところを利用してたって分かって、これを他の世界中のマンタのタグの研究と比べると、他の研究は本数、これは1枚だけなんですけど、メキシコとかペルーとかは何枚のマンタの情報なんですけど、もう 83% 水深 50m より上とか、ペルーもそうだしインドネシアもそうだし、世界中の平均が中央値が 75m より深くないっていうので、マギーはすごい面白いタグ、面白いマンタだったのが分かったんですけど、これが普通なのか、マギーがなんか去年ってすごい水温が高かったから、それが異常なのか普通なのかも分からないし、もっとタグをつけないと、マンタって知能が高いですから、行動も違ってくるし、そのジャイアントと内容の違いもありますし、その、宮古島でその質問をどういうんだろう、そういうのを見つけるためにはタグ付けが必要なんですけど、それはどうなんでしょう。なんかタグ付けは個人的には大賛成です。面白そうですね。タグ付けしてそのデータいっぱい欲しい。全然データいうのもそうだし、ただなんていうかな、今全部がこのマンタポイントだよって開発するよっていうことを言ってるんだけど、それよりももっともっと、例えばこんなやつが来るんだよとかいうのが自分ら分かった方が、あと僕らダイバーがマンタにストレスをかけてしまっているのか、その生活の行動に影響を与えているのかっていうのも知りたいですけど、それはやっぱり長くデータ取らないと分かんないですよね。だからそういうところまで知りたいなと。So maybe I give two stories that you can tell them. So one was
in terms of knowing where they go when they disappear in April, right? You can tell them we had the exact same situation in New Zealand, right? We knew that they were there starting in December, they're there, they're happy till March, and then poof, gone. Yeah. Right? Where do they go? Yeah. Right? And you can tell them, we thought maybe they're going deep, maybe they're going to the north part of New Zealand, and it was only when we tagged them that we find out actually they're going 2,000 kilometers to Fiji. フィジーとかフィジーに2000キロそう2000キロ Yeah. Now tell them, reef mantas won't で do もこ that. れ They're は much そう shorter. これは only ジャイ 100. アントなんですけどあそうかジャイアントナイオマンタはそんないけないんですけど、それはタグをつけたから分かっ知ったことで With the question about are the divers bothering them, we did the same thing in Raja Ampat because the cleaning station started to get very, very crowded with divers. And we put tags out on the 水面に mantas, 上がっ and た what we 時だけ位置情報 found is that the 送れる mantas らしいんですよなるほど were indeed starting to move away from that cleaning station, and they were setting up on other cleaning stations not far away at all, frequently only 500 meters away, 1 kilometer that way, 2 kilometers that way. But we were able to see that that's exactly what was happening, and so through tagging we could see that, and the spot tags in particular will show you to that level of accuracy. You can see っていうのそれはマンがあってタが探すのそう探して探し当ててそうそうそうそこであニングするここの方が気持ちいい誰もいないそう誰もいないしとかいくつかあるんじゃないですかそうそうそう一番好きなところ使ってたけそうそうどそうちょっと人来たから2番目行くかみたいな oh, they moved just a little bit over here because that's what reef mantas will do. They're not going to leave Yeah. and go far away. They'll go someplace just relatively close. So it's useful to do that for Okay. both of us. OK 今僕らでも初めてのクリーニングポイントだから、まあ、マンタと長く一緒に付き合えるようですよにねルールをすごい考えてるところで、例えばマンタがこうやって泳いでてもうあからさまにこういうふうに嫌な動きするのはちゃんとルール作りを頑張ればできるかもそういうことはなくすことはできるかもしれないけれども、いることだけで実はストレス感じてる可能性もやっぱりあるから、ですよねちょっとコツ聞いてみますあコツ聞いてみてください。So because this is the first Sure, sure. So what we've learned, what we've found in all across Indonesia is that when you have an area that's quite big like this with a lot of reef system, the mantas can be disturbed from cleaning stations. If you have too many divers, they Yeah. will leave. 水漏れました Okay? and Now, will they leave bomb or just no, they just tend to go someplace not far. Okay Okay, so that's what we found over and over again. Now, in a place like Nusa Penida, if you remember, we were talking about that today. That's a different story because they don't have other places to go, so they just tolerate. They just go, okay. I hate the fact, and Nusa Penida is crazy. I mean, there can be 100 divers on the site at one time, and the mantas stay there. they Because don't leave they don't leave because they don't have anywhere else to go. But if there's much more reef, and this looks to me like a lot of reef here, they will they'll say, okay, I don't like it here, I'm going to go there, or I'm going to go there, or I go to there, right? They can always, because there's always another cleaning station. Remember, all kinds of other reef fishes are always cleaning. Yeah, right? yeah. So they can always find another cleaning station. Yeah. That's their favorite right now. Yeah But if there's too many divers, いやだから they'll 連 say, 携できたら bye, I 本 go 当い to ろん the な next こと one. を Okay? 教えて So 分か in our ってる experience こと in を教えてもらえるし Raja, 聞け what ば we've done is we've limited the number of divers on the cleaning station at one time. Okay Okay, so that's the big rule is that we never allow for more than 15 divers on the cleaning station at one time. and who monitors that So in Raja, what we have is we actually have local community members that are the Manta Patrol team. And they're women, actually, for the most part now. We did have younger people, but now it's mostly women. And so they're actually, we built a little, tower not a tower, but because we have some shallow reef there, right? And so we built a little platform over the water, and the manta
rangers are there, and so and they can see they're only 100 meters away from the cleaning station, and so when you come to the cleaning station, you have to report first to the rangers, right? And they check you in, you get to dive, you get your hour on the site, off you go, then the next one can come in. And so we found we had to do that because otherwise we were getting, like Nusa Penida, you get 50 divers at one time, that's too many. So I don't know what their normal numbers are, but we pushed to make it so it was only 15 at a time. If their normal dive boat is 20, then okay, 20. But you don't want 50, I can assure you that's not 50. Okay. そういう感じですごい制限されてるから、マンタも気持ちよくクリーニングしてるっていう、そういう一つのセンターを作った。そうマンタパトロールの人を雇って、そのちゃんとそういうどういうんだろう小屋みたいなのを作って、ちゃんとそこに先に行かないといけないルールを作った、そういうふうに制限してるって。I've got one other really important thing that we found about if this is the cleaning station, even if you let 30 people go at one time, the most important thing is you don't go all the way around it. Yeah. So we make it so that if this is the cleaning station, the divers can only be about half of it. Does that make sense? So the mantas can always go this way and be away from divers if they want to. If you circle it, not you good. get really stressed. Well, a lot of times you see that. Not always, but a lot of times. So what we do is we actually put a line of rocks around like this. Okay, and so the divers have to all be on the bottom around like this. Yeah, so they can't be up in the water. You don't want to interfere with the mantas swimming. And you want to give them an escape. If you think this is all bubbles coming up, blah, 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 blah. You want them to be half of it which doesn't have bubbles. So that's the way that we always do it. And you can pick the best side for photographs. If the best way is to shoot this way, then you allow the divers to be here, but not all the way around. Because if you go all the way around, then the mantas are frequently stressed. そうするとすごいですね。泡がブクブクブクもう宮古島のルールにそうします。すぐ。それでちゃんとマンタはいつでもどっか行けますよっていうどういうんだろうルートを作ってあげるとマンタももっとストレスない感じ。一切囲わないんだ。ね。宮古島のクリーニングステーションも小さいから囲むことは簡単すぐ囲めちゃうから絶対オープンにしとく。なるほどすごい。I would also note when I was mentioning about the restricting it to just half, that what we found is the mantas, as long as you don't stress them out and you just have the people down low on that half, they'll come to you, right? They even like the bubbles on their belly, right? They come right over the top. But you have to give them some space. Right? As soon as you have a wall of bubbles, they don't like that. ね、きちっとした形を取れたら長くにわたって見れる可能性が多いですよね。それで多分ダイブガイドさんにちゃんとその理由を言うと、ガイドさんもお客様にその方が楽しめますよってすごいですね。言うと多分お客様もマンタの気持ちをもっと知りたいって思うんじゃないかなって思うし。見て撮って楽しむんじゃなくて、見て相手のことも考えながら自分たちはこうしようねっていう形を作ったらいいっていうことですね。マンタって本当に頭がいいから、なんか魚みたく見るだけじゃなくて本当に何だろう、何かを感じるから絶対こういうルールを作っても見るお客さんはなんかそういうの見てほしい、そういうのも知ってほしいって。それで聞きたかったのは、そのマンタの個体識別ってしてます？なんか写真撮ってデータベースに個人的にはやってるんですけど、それをみんなでできるように共有できて、まあ
そこに大きさが分かったりとかいろいろしたら、みんなとこうそうそうそう連携取れて、でルールがもっと明確になったら、もっといいあれが取れると思うんだけどね。今はまだトッチーさんもそうだし、手探りで動こうっていう感じだから、たまたまこういうアクセスがあったから、こういう話も聞けるし、ね、ちょっと進展もするし、ね、考え方も見る、取る楽しみじゃなくて勉強する楽しみがまた違うところに出てきたから、まあタイトルでも例えばこれからまあビジネスを絡めながら勉強していこうよっていうようなスタイルに変えても楽しいと思うし、それでお客さんもそうだし自分らももっともっと学ぶことあると思うから、それで学んでって、長くにわたってマンタと友達になれたらいいなって思うね。それが一番なんか久米島とか下曽のダイブショップさんに喋ってもみんなマンタと友達になりたいって言ってます。みんな同じこと。それが一番重要だと思います。マンタの気持ちをちゃんと分かって学ぶこと。それで宮古島での調査とか例えば冬来て、タグ付けとかを挑戦したりとか、ある機会があったら、そういうのってどうなんですか？大丈夫ですか？タグ付けの方法を教えてください。例えばビデオあります。ビデオ、おすごい。これマークさんが撮ってますこれが森邪魔なやつがいるな。そうGT すごいおついたチラッと見られてチラッとこれをつけました。これはどれぐらい？これは1年。そう1年丸々つくやつ。これが去年マギつけたタグで、タグをつけた後みんなダイブショップさんはマンタは帰ってこない、どうしよう、痛いんだろうなっていうの、こういうのを見て、もうマギーは本当にタグ付けした後30分ぐらい私たちの周りがぐるってして、本当にサービスしてたみたいな、すごいゆったりと。でもマークさんがもういろんなところでたくさんやってて問題ないっていうのが分かってるから、本当にプロです。でここがタグですね、ちょっと今ちょうど見れないんですけど、でこのマークさんが、どういうんだろう、どこに入れるっていうかはすごい考えてて、このマンタの真ん中のところは内臓で、このヒレのところはにつけちゃうと動きに影響があるし、多分すぐ取れちゃうから、この内臓とヒレの真ん中の肩の場所、ここはマンタはなんて言うんだろう、感じれない場所、なので、ついても痛みじゃなくてなんかが当たった感覚でつけられるので、マークさんプロだから、ちゃんとこの肩のところを狙って、マンタに影響ないようにしてるようにしてます。すごい。こういうチタンのアタッチメントでつけて、実はタグ持ってきてます。おお、すごい。Let's show the tags おお。これ$6000とか$6000。すごいこれが一番高いタグで、
去でかい年でかい。そう去年マギーにつけたタグがこれなんですけど、 Let's put it off, I think. 70万円とかですね。そう70万、そう6000 So, アメリカドルですからすごい。 so again, you can show そう that goes マン into タ、あ、これ、ああ、なるほど。 that, and then this is just pulled behind. あ、じゃあこれを引きずって泳いでるわけそうそうそう、でこれが水面に出た時に反応するわけ。そうそうでここに見えるのはセンサーで、これが水面来た時に GPS がピョンって分かる位置が分かる感じ。でこの大きさがちょっとびっくりして。すごい、思ったより大きいですね。でもマンタは大きいのでうん。あ大丈夫。あ、これぐらいにはまあダメなのかな。そうですね、もう1秒1秒水温水深記録するので、あそれは1秒、1秒。そうそう、だからその記録するのを保存しないといけないし、そのバッテリーもあって、バッテリーここに入ってるんですか。 Do you want me to explain everything? Okay. So we'll start at the back. So this is the battery stem. So there's two AA lithium batteries in there. これがバッテリーがうん。 AA のが入ってて、うん。 And they basically they did a lot of testing to see what shape would work best for towing behind a manta. And instead of having the batteries here, they decided it's like a rudder. That makes sense. So it keeps it straight. これがそのバッテリーで、これはもう泳いでるパソコンみたいなもので、うん。ここにそのパソコンみたいなのが入ってて、この水面に来る途端、このセンサーが GPS の位置を取って衛星から取って、これがそのアルゴスフロート、アルゴス衛星って言って野生の、動きをトラッキングする衛星に、このマンタはどこにいたのかの情報を自分たちのパソコンに送ってくれるんです。でこのタグは1秒1秒水深水温光のレベルを記録してて、これが上に来るとどういうんだろう、全部データを送るのは重たすぎるから、どういうんだろう、まとめを送るんです。だから私たちはそれをパソコンでまとめが見れる。まとめが見れる。それはタグ、宮古島でタグをつけた時に、ユージさんとかトッティさんにもどうやってそのデータを見るのかも教えます。めちゃくちゃ面白くないですか。あっち行ったみたいな。そういう感じで今す。出た探すそうすごい。そうこれ1年であと1年経ったらどうなるの？これは4ヶ月しか持たないんです。で4ヶ月経って終わったら電気をブーってここに送って、これが燃えて、これがフューって浮く、それを回収するんです。すごい。それで天気がこれが水面に行く途端 GPS をずっと配信して、このパソコンでどこにいるのかが分かる。それで例えば船で行ったり、去年のマギーのタグは久米島の果ての浜で見つかって、それを回収すると1秒1秒の行動が分かるんです。だから回収することですごい情報が広がるっていうか。You want me to explain a few of these last bits here? Okay. So this is just a swivel, right? And we always use Japanese fishing swivels because they're the best in the world. Just so you これ日本の釣りのなんかどういうんだろう、ちゃんとそう。 Only Japanese because they're the best. And then the final bit is this part here, and that is
what is used to release the tag at the end of the program, right? So we typically would program these tags for 4 to 6 months, and when it comes to the end of that 4 or 6 months, whatever day we said it comes off, the battery sends a little bit of a current right there that then corrodes. It's called galvanic corrosion because there's electricity running through the wire, and then it just burns off, right? And this is, and the whole thing floats. This is then left in the manta, but because there's no longer anything dragging on it, usually the manta's healing will it'll pop it out just like a splinter, you know what I mean, like that. Yeah. So this usually will come out within a month or so after the tag is released. Okay. また見ても絶対これは入ってないんです。もう取れてまなす。るほど。すごいですね。うまいこと作ってるな。すごいですよね。すごい。ゆうさん、やりましょう。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 ただ僕たちはすごいやりたいんだけど、その宮古島のダイビング団体に属してるから、そこでやってもいいかっていうふうに挙げて、OK をもらわなきゃいけない手順として、でユージさんがそこの理事を務めているのでお願いします。お願いします。これですごいデータが全部取れたらまた。そう、もう、ね、そうそれはダイビング協会にも全然共有したいし、もうみんなで楽しく研究ができて、もっとマンタのことを知れたらなって本当に思ってます。早くていつぐらいを考えてますか？早くて2月とか。2月とか。やりましょう。2月どうですか？2月はマンタいると思いますよ。で許可的とかそのダイビング団体になんかそういう許可を取るのは2月は早すぎます？いやそんなことないですよね。あえてまあ根回ししながら動いて、で各ヘッドだけガチって捕まえて OK もらったから。OK 全然その2月の前になんかそういう団体のミーティングがあるとしたら。私も全然行ってこういうプレゼンするのも全然ありだと思います。2月でしょ？それぐらいがいいかな。4月で終わっちゃうからね、1回ね、区切りが来るからね、2月ぐらいにまでに全部作って形を出して動いたらいいんじゃないかな。やりましょう。楽しみだな。やりましょう。連絡取り合いながら、まあ早く決められる分にはね、いいので、私に何かができるんだったら何でも動いて、ね、なるべく早くやりたいことはやろう。そうですね。ことに回ったら嫌だからね、何でも。ちっちゃい島だけど結構楽しいことはもっとあると思うからね。絶対あります。あと多分マンタってみんな好きなので宮古島じゃなくてもう沖縄全体がみんなで盛り上がれると思いますし、ジャイアントは本当にすごい遠くまで行くんですけど、内容はもうちょっとなんだろう、家の近くの周辺ぐらいだけ行く感じでそうだから不思議でいなくなってどこに行ってるのか。だから多分そんな遠くまで行ってないと思うんです。だから深いところにご飯があって、深い方にずっと。で私たちがすごい知りたいのは、ケラマとか久米島の内容は宮古島来てるのか。このケラマとか宮古島の距離は全然行けないではないけど、結構遠い、南洋にとっては遠い。世界で見たら、移動距離はどれぐらいって言われてるんですか？そのオーストラリアで、その個体識別のデータベースですごい分かったのは、前は600キロ
って知ってたんですけど、1000キロまで伸びたんです。へえ。でもオーストラリアの違うところはこの海岸、ずっとこうやって辿ってるから、深いところはあんまない、ずっとサンゴとか、なるほど。その島とかその寄ってるところをずっと辿ってるから別にそんな確かに、あんまり変わらないけどそんな変わらない変わらない。でもその久米島ケラマと宮古の、そんな距離はないんですけどすごい深くなるから、そこもまだすごい気になる。そこもすごい面白いと思います。They generally the reef mantas don't like to go across really deep water because of big sharks. Yeah. And so in general, reef mantas 300 to 400 kilometers is kind of a max normally. So I would say it's quite possible that it could be connected to Kirama, but they're not going to Indonesia, they're not going to Philippines, I don't think. I think they would be around in the Ryukyus. And I would say February also is an interesting possibility because if they say normally April is when they leave, that means if you tag it in February, you'll get 2 months of data here, seeing where they go here, and then where do they go? Off they go. So it's a good time. It's a really nice time. 期間は都の周辺どこ行ってるのかを見れて、その次の2ヶ月どこ行ったのか見れる。すごい。見れるからめちゃくちゃいいし、面白い。すごい。2月は面白いんじゃないかなって。最高のタイミング。タイミングがいいんじゃないかなって。この GPS はすごい鋭くて、5メートル以内の点を教えてくれるから、絶対このパソコンを見て。そこの場所を見る、その5メートルの範囲を見ると見つかる。めちゃくちゃすごくないですか？今から会いに行こうっつって会いに行けるわけです。回収も結構大事だね。そう、回収もすごく大事です。でもこうやってみんながなんかダイブショップさんとか、みんながこうやって一緒に盛り上がってくれれば、目はいっぱいあります。見る人はいっぱいいると思うので自信はあります。回収のそうだ、プレゼントにステッカーもステッカーは嘘すごい小さいんですけど、ぜひぜひなんか折り紙っぽく。すごい。どうぞ。すごい、ありがとうございます。すごい、これ仲間の印ですね。もう仲間入りです。いや、今後が楽しみです。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。とりあえず2月。それまでに形作って。宮古島も結構大きいから、まだまだクリーニングポイントあると思うんで。絶対あると思います。そこにそういうところを探して通ってやっぱり見る、勉強するって大事だね。より多くの人にそうやってマンタを楽しませるのも面白いし。いや本当にこういうふうに YouTube で見てくれたりとか。やっぱりマンタってすごい綺麗だから。マンタを通してもっと環境のこととかを気にしてくれる人が増えたりすると、ウミガメはよく環境のことで問題になってるけど、マンタならないからね、まだ。マンタになってもっとね、マンタが身近になりますよ、きっとこれで。身近になったらもっと考え方変わると思うし、それが本当に一番嬉しい。We can bring people closer and then they will care about what they know. Yeah, very much so. Excellent. じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。